こんにちは、総渡です。今日はクリップスタジオで使えるとても便利なツール、線に沿って消える消しゴムの作り方と使い方を紹介します。皆さん、最近 X、Twitter で話題になっている線に沿って消える消しゴムを知っていますか？このブラシはクリスタのエッジに沿って消去というツールです。線画に沿ってはみ出すことなく綺麗に消すことができます。線画からはみ出ないように消すのはとても面倒なので、それを自動化してくれるこのツールはとても便利です。多くの人がこのツールをダウンロードして使っていますが、実はクリスタの設定を知ることで、このツールを自分で簡単に作ることができます。この動画では、この消しゴムを作る方法と、その設定の仕方をわかりやすく解説します。これを知ると、絵をもっと綺麗に簡単に仕上げられるようになるだけでなく、これを応用して、逆に線画からはみ出ないように塗れるペンを作る方法もわかります。この動画を見ることで、クリスタのブラシ設定に詳しくなり、友達にもドヤ顔で教えられるようになります。他にも役立つ情報をたくさん投稿しているので、ぜひチャンネル登録をお願いします。まず、この線に沿って消える消しゴムをダウンロードできるクリップスタジオアセッツについて説明します。クリップスタジオアセッツは、クリスタ用の様々なブラシや素材をダウンロードできるサイトです。初心者でも簡単に利用できます。クリップスタジオアセッツにはたくさんの便利なブラシがありますが、中には自分で簡単に作れるものもあります。今回の線に沿って消える消しゴムもその一つです。最初はダウンロードして使っても良いですが、自分で作れるともっと便利です。では、この線に沿って消える消しゴムの使い方を具体的に見ていきましょう。このブラシは、参照レイヤーに設定したレイヤーの線からはみ出すことなく消すことができるツールです。参照レイヤーとは、他のレイヤーに絵を描くときに境界として使われるレイヤーのことです。レイヤーパレットの左から2番目のアイコンをクリックすると簡単に参照レイヤーに設定できます。あるいはレイヤーメニューから参照レイヤーに設定を選ぶことで設定できます。参照レイヤーに設定されるとレイヤーパレットの左側に灯台のようなアイコンが表示されます。まずこの参照レイヤーに線を引きます。次にその下に新しいレイヤーを作成し色を塗ります。そしてこの消しゴムを使って線に沿って消しゴムを引いてみましょう。すると線画からはみ出さないように消すことができるので、塗りの範囲を簡単にきれいにすることができます。次に、ブラシのサブツール詳細の使い方を覚えましょう。ブラシを選択した状態で、ウィンドウメニューからサブツール詳細をクリックします。サブツール詳細では、ブラシの設定を様々に調整できます。もう結論を言ってしまうと、線に沿って消える消しゴムは、このサブツール詳細のはみ出し防止を選び、参照レイヤーの線からはみ出さないにチェックを入れると作ることができます。めちゃくちゃ簡単ですよね。たったこれだけのためにブラシをダウンロードするのはアホらしいかもしれませんね。まあ、数年前の僕もありがたがってダウンロードしてたんですけどね、初見さん。そもそも消しゴムとは、インクセクションの合成モードを消去に設定したブラシのことです。普通に使っていると、例えば G ペンのようなブラシと消しゴムは全く別の存在に感じますが、実はこの合成モードが通常なのか消去なのかといった違いがあるだけなんです。なので、参照レイヤーの線からはみ出さないにチェックをつけた状態で、合成モードを通常にすると、線画からはみ出さないように塗れるペンが出来上がるというわけです。もしかすると、クリスタデフォルトの消しゴム硬めと柔らかめも、設定が違うだけなのではと思った方もいらっしゃるかもしれません。大正解だぜ。まさにこれもサブツール詳細の設定の違いで、ブラシ形状がペンであるのが硬め、エアブラシであるのが柔らかめという違いなのです。こういう普段気にしない部分の仕組みについて知ると少し得した気分になりますよね。こんな感じでクリップスタジオの設定を知っているとわざわざダウンロードしなくても自分で便利なツールを作ることができます。私も最初は色々とダウンロードしてみましたが、自分で作れるようになるともっと楽しくなりますよ。では今回の動画を総括します。多くの人がクリスタのエッジに沿って消去というツールをダウンロードして使っていますが、実はクリスタの設定を知ることで、このツールを簡単に自分で作ることができることを紹介しました。これは他人が作ったものをそのまま受け入れて使うのではなく、その仕組みや成り立ちを調べることで、他人よりも深く考える力を養うことができるという良い例です。また、仕事や学業においても、表面的な知識だけではなく、その背後にある理論や原理を理解することで、応用力や柔軟な思考が求められる場面での対応力が向上します。これにより他人よりも優位に立つことができ、より高い成果を出すことが可能になります。これを意識することで、ちょっとだけ昨日よりも深く考えることができ、あなたのスキルや知識が向上するでしょう。今回はイラストに特化した内容でしたが、僕のチャンネルでは絵が上手くなるためのコツだけでなく、
仕事や学業にも使える有用な知識をたくさん紹介しています。ぜひチャンネル登録して次の動画もご覧ください。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。